5章でエーベルが石化するイベントを回避できるバグがあり、これを行うとマリータが持つ暗黒の剣を盗めます。まずナンナのレベルを上げ、体格をエーベルより大きくします。9以上。この吟味はバーチャルコンソールなどのどこでもセーブができる環境であれば簡単に行えます。今回はエリートモードでプレイしているため、経験値が山ほど手に入っています。最低でも5レベル上げる必要があるので、ノーマルモードではこのレベル上げはちょっと面倒かもしれません。ナンナの体格が9になりました。実行。ナンナがエーベルを担ぎます。この状態で扉を開けます。通常扉を開けた際にエーベルが石化していなければエーベルを石化させるイベントが始まるのですが、この時エーベルが担がれているとなぜかエーベルが石化済みの扱いでイベントが進行します。イベントが終わりました。エーベルは石化していません。さて、暗黒の剣を奪いましょう。暗黒の剣はリフィスを速さ14、体格7まで育成しておくと盗めます。速さは4上げなければならないため、油断していると足りなくなります。ご注意ください。リフィスの速さ成長率は 45% と意外と低いです。無事入手しました。なお、エーベルを担いだままにしておくと、次のターン開始時にエーベルが敵に捕らえられたイベントが始まってしまいます。なんだ口ほどにもない、もう終わりか。レイドリックはちょっと目が悪いんだと思います。マリータがまだ戦っていないのに苦戦しているとか言い出しますし、それはさておき、このイベントはエーベルが担がれているかどうかのみをトリガーとしているため、担いでいるのが敵でも味方でも関係なく捕獲されたことになってしまいます。エーベルが石化してしまいました。暗黒の剣を手に入れるだけが目的ならエーベルが石化してもいいですが、せっかくなのでエーベルを助けたいですよね。これを回避するにはエーベルを下ろしてからターンエンドします。エーベルを下ろすためにはまず扉を開けたユニットを担いでどかし、その後に人交換をする必要があります。そのため扉を開けるのは担ぎやすいラーラが良いでしょう。またブライトンなどエーベルを受け取れるユニットを近くに置いておく必要があります。エーベルの石化が防げました。ご存知のようにエーベルは無敵なので敵陣へ雑に突っ込ませても絶対に死にません。このマップのこの辺はまともにやると結構大変ですが、エーベルに頼れると楽になりますね。強すぎて草。ちなみに武器を奪われたマリータは離脱せずに距離を取りながら味方に接近してきます。かわいいですね。いよいよ離脱です。これで自称以降もエーベルが使えると思ったらそんなことはなく、いねえ。エーベルが見当たりません。当然ながらユニットリストを見てもエーベルの名前はありません。実は5章クリア時のイベントでエーベルがパーティーから外されるようになっています。クリア時のイベントは回避できないので、残念ながらエーベルとはここでお別れです。これにはリーフ君もがっかりです。なお、この場合エーベルは石化していないので24章外伝には最初から生身で配置されます。最後に暗黒の剣の性能を紹介します。暗黒の剣はマリータの剣と同性能です。マリータ専用なのも同じです。12章以降のマリータが使っても呪われたりはしないので安心です。2本もあると雑に使い潰せていいですね。しかしこの武器特有の強みがあるわけではないので、この現象を起こすための労力に見合うほどの価値はないかもしれません。ご視聴ありがとうございました。次回予告。エーベルの石化は回避したものの6章以降に連れ出すことに失敗した我々は全く別の解決策を模索し始めた。果たしてその結末とは。次回エーベル石化回避バグ完結編。乞うご期待。